おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はカマカのウクレレのバック板オープン修理です。まず状態をご覧ください。結構大幅に剥がれてまして、テールブロックの部分の接着ですとか、センターの次の部分ですね。そこも接着が剥がれてます。で、ペンチングナイフでこのように接着の部分を剥がそうとすると、糸も簡単にパリパリと剥がれていくんですよ。バックブレーシングのチェックの時もそうなんですけれど、あえて接着されている部分にもこういう風にナイフを差し込んで意図的に剥がれるかどうか力を加えて確かめます。というのも、この段階で簡単に剥がれてしまうっていうことは、見た目で剥がれている部分だけを接着したところで、また後々処置しなかった部分っていうのは剥がれてきちゃいますから、簡単に剥がれる部分っていうのは、もう意図的にこうやって剥がしてって、で、新しい接着剤でもう一回接着し直すっていう方法を取ります。どんな修理でもそうなんですけれど、まずこの現状、どういう風な不具合があるのか、完全に把握しておきます。内部のブレーシングもちゃんとチェックしないといけないですね。実際の作業に入る前に、頭の中でじっくりとシミュレーションして、どういう風な手順で修理の作業を進めていったらいいのかっていうのを構築します。経験を積めば、ここの部分をこうしたらこうなるだろうっていう予測がつきますから、経験値が高いほどその後の計画を立てやすいですね。で、一応最初の見立てです。まずトップ板と側板の接着は、後ろの部分が剥がれてます。ペンチングナイフを刺して力を入れると、簡単に剥がれていくっていうことが分かりました。で、あとテールブロックとの接着も剥がれてます。で、トップ板のセンター継ぎ部分も剥がれてます。バック板も同じで、特にセンター継ぎに関してはほぼ全域がバック板の場合は剥がれてましたね。内部のブレーシングに関してはバックブレーシングは2本とも中央部分がほとんど完全に剥がれてるっていうことが確認できました。トップのブレーシングに関しては特に目立った剥がれは見受けられなかったんですよね。後でバック板をオープンした時に入念に確認して、もし不具合があれば処置をしながら作業を進めます。このことからどういった作業の段取りにするかっていうのを構築します。一番最初にこの修理の作業をする前に私が考えた流れをご説明します。まず最初にトップ板のテールブロック部分とセンター継ぎ剥がれを接着します。その次、トップ板と側板の接着を部分的に剥がしては接着していく。で、次が、バック板のオープンです。バック板のセンター継ぎの剥がれとかパッチの部分ですね、中央の。あとはバックブレーシングなどの再接着、修正などを行っていきます。で、次にトップ板側の処置ですね。ライニング材の部分、隙間とかがありましたので、そういう部分へのエポキシ樹脂の充填などとかですね。で、その次にバック板の、再接着。最後に、ボディ全体の塗装剥がし。で、再塗装ですね。で、一応仕上がりに関しては、オールラッカー仕上げ。ネック側の塗装の質感とバランスを取るために、水研ぎとかバフィングっていう作業はしないで、吹きっぱなしっていう仕上げで完成さす予定です。もう一つ。この段階で現状ブリッジはですね、かなり強固に接着されて問題ないっていうふうに判断しましたので、剥がすことはしません。で、アコギの場合は塗装の後にブリッジを接着するんですね。ウクレレの場合はブリッジの接着後にブリッジ部分ごと塗装をしているケースっていうのも多く見かけます。今回は水研ぎバフィングは行わずに最後にトップコートを吹きっぱなしにして仕上げるので、そのことからもブリッジは剥がさずとも綺麗に仕上がるというふうに判断して進めます。はい、そんな感じで進めていきたいと思います。
はい。じゃあまずは、トップ板のテールブロック部分とセンター継ぎの部分の接着です。で、最初に確認します。左右から力を加えてみて、センターの継ぎの部分、密着するかどうか確認をします。このウクレレの場合は、ちゃんとこう密着するっていうことが分かりましたので、このまま接着作業に入りたいと思います。今指でこうやって押してますけれど、こういう風なズレっていうのはやっぱりあるんですね。こう指でちょっとこう押し込んであげたりこうしてぴったり合うようにして接着をします。接着面の軽いクリーニングですね。これ240番を使ってますけれど、こんな感じで慣らしてあげます。アルコールですね、これは。アルコールでしっかり油脂とか汚れを拭き取って、はい。で、次は、接着する前に、水で接着面の部分を濡らします。こう綿棒で今センターの次の部分とかに水をつけてます。これは前にも言ったかもしれないですけれど、タイトボンドとかそういう木工用の接着剤を使う前にこうやって接着する部分を湿らせてあげることでより馴染むんですね、接着剤が。で、その次に、実際の接着作業です。ペンチングナイフとかを使ってセンターの次の部分をこう広げてあげたりして塗布します。で、その後に、こうやって指で擦り込むような形で接着剤をこう練り込んであげるみたいな感じですね。で、タイトボンドっていうのは濡れたタオルでこう拭き取れば綺麗に拭き取れますので、他に付着したとしても乾く前であれば拭き取ることができます。で、あとテールブロックの部分ですね。で、いざ接着ですね。で、この段階で今ちょっと指で押したりしてますけれど、段差ができないように位置がぴったり合うように、接着します。一晩経ったらクランプを外します。側板の中央の部分と、それからトップの次の部分と、こうやって位置がずれてますけれど、これはもともとそういう風な位置で辻褄が合っていたので、このようにしてます。カマカとかね、ウクレレとかってそうなんですけれど、割といい加減に作ってあるんですよ。アバウトに。なので、こういう部分は、きっちり合わせようとはせず、むしろきっちり合わせてしまうと、ずれてしまいますから、元の状態に比べてね。ですから、こういう部分は、臨機応変に対応していきます。はい。では、次に、トップ板と側板の接着剥がれの処置です。ペンチングナイフを差し込んでいって、剥がせるところまで剥がしていきます。これさっきも言いましたけれど、接着が剥がれているところだけを処置しても、その他の接着部分も弱ってるんですよね。簡単に剥がれていくので、もうそういったところっていうのは、もう意図的に剥がしてしまって、で、もう、再接着します。で、最初の見立てでは、トップ板の、要はネックの部分まで、剥がすことになるんだなというふうに予想はしてたんですけれど、実際に作業してみると途中に、ブレーシングくびれの部分にブレーシングがあるので、その部分以降は強固に接着されてましたから、下半分だけですね、今回トップ板の再接着をするのは。一気に全部の部分を接着しようとせずに、部分的に接着していった方が都合がいいんですよね。一気に接着してしまうと、どうしても位置のズレが起こるんですよ。起こりやすいんですね。まず最初に下準備です。クランプをこういう風に仮に取り付けていって、接着剤を塗布した後にすぐにクランプで締め付けられるように準備しておきます。はい。で、これでクランプができましたね。
で、次は反対側です。はい。これでトップ面の処置に関しては完成ですね。はい。これでちょっと中を覗いてみましょうか。こんな感じで光が透けて見えるのがわかりますよね。で、バックブレーシングもこのように中央部分完全に剥がれてます。後で分かったことなんですけれど、そもそもの接着面の成形がいい加減だったためにこのように剥がれが起きてました。いよいよバック板のオープンですね。ペンチングナイフで少しずつ剥がしていくんですけれど、この段階でもし万が一剥がれないことがあれば、その時には熱を加えて接着剤を軟化させてから慎重に剥がしていく必要があります。で、ちょうどくびれの部分まで来たんですけれど、強固にくっついてますね。バックのブレーシングの部分と重なるところなので、接着剤がてんこ盛りになってるんですよ。バックブレーシングの部分、この部分をどうしようかなっていうふうに考えたんですけれど、このように濡れタオルをあてがって、それでハンダゴテを押し付けて水蒸気で接着剤を軟化させて、それで剥がそうとしました。で、これ何回か行ったんですけれど、剥がれなかったんですね。ちょっといろいろ考えた結果、バックブレーシングと裏板の接着を剥がす方法で、バックブレーシングに関しては、そのままくっついたままで取り外そうというふうに計画を変えました。バック板のセンター継ぎ部分がどの位置になるか、ちゃんとこういうふうに印をつけておきます。これで完全に裏板の部分は外れました。あとネックジョイントの部分だけで止まってる状態ですね。で、このネックジョイントの部分は熱を加えないと外れないかなとも思ったんですけれど、案外ね、簡単にパキンっていう感じで剥がれました。これで綺麗すっきり中身が見えましたね。本来であればバック板のオープン修理の時はこのようにバックブレーシングがくっついたまま取り外すってことはほぼないんですけれど、今回のケースはこういう感じで取らざるを得なかったのでこういう風にしました。とりあえずバック板が剥がれましたので、このカマカの、シール、この部分を剥がします。最初水をつけて糊が軟化するかなと思って待ってたんですけれど、あんまりうまくいかなかったので、カミソリの刃で少しずつ剥がしていく方法に変えました。シールを剥がしたところ、こんなような虫食い穴みたいなのが出てきたんですよ。なので、ここは木工パテで埋めてます。はい、今とりあえず全部ばらしたんですけれど、この段階で最初に予想していた修理の進め方を見直す必要があります。あくまでこうやってばらしてみないと木材がどのようになるかっていうのは判断できないので、まず裏板に関してご覧の通り全部の範囲が割れてます。かろうじてこの真ん中でパッチでくっついてる状態ですね。こういう風に反らしてみると隙間がこうできるんですよ、上側に。なので今考えてる方法としては、このパッチを一旦剥がしてしまうと左右に分かれちゃいますよね。一旦左右にバラバラに分かれたものを正確に位置を合わせてもう一回接着するっていうのは非常に困難なので、この状態でとりあえずこのセンターの継ぎを接着してしまう方法を考えてます。後からこのパッチを接着するっていう方法を今頭の中で考えてます。
で、当初の予定ではバックのブレーシングも一緒に取り外せればと思ってたんですけれど、剥がせなかったんですね。ここは今は剥がしません。また後で剥がしますけれど、もう一個ありまして、ここのテールブロックなんですけれど、本来バック面ってアコースティックギターの場合 R がついてるじゃないですか。ここのテールの部分とか斜めにこう傾斜してないといけないんですね。ところがウクレレの場合よくあるんですけれど、こうじゃなくてこっちに傾斜してます。わかると思うんですけれど、わかるかな。この後にブレーシングを一旦外してから周囲の接着面の部分を削る作業があるんですが、アコースティックギターであればこういうものを使って擦っていくんですね。そうすることで少し傾斜して削れますので、ところがこのウクレレに関しては手作業で削っていきたいと思います。あとこれですね。このブレーシングを剥がす前に、まずこの裏板を接着したりパッチをくっつけたりしてペーパーがけしてきれいにします。画鋲を刺しておきます。正確に位置決めをしてから、その画鋲の出っ張りのところにグッとこう印をつけてあげることで、ブレーシングを取り外してからも正確にこっちの位置にブレーシングが貼れるように、位置できるように画鋲の方法を使ってやりたいと思います。ということだそうです。先へ進みましょう。はい、先へ進みたいと思ったんですが、ちょっとあまりに長くなりすぎそうなので、この続きは後半ということで、また来週アップしたいと思います。それでは。